バーチャルファッションチャンネルブティック。第7回のブティックとなります。すごいですね。もう7回になるんですね。前回のブティックでは新しいモデルをお迎えして賑やかになりましたね。そうですね。白鳥デネブさんに参加していただきました。とっても可愛かったですね。ですね。ブティックはいろんなブランドさんを紹介していく番組なので、ブランドさんのデザインに合わせていろんなモデルさんに参加してもらえるといいなと思ってまして、ちょっとずつパワーアップしていこうってことですね。はい。今回も新しいモデルの方に参加していただいております。月島バトラさんにモデルとして参加していただきました。 AI な方と聞いております。楽しみですね。そして今回も前回に引き続き白鳥デネブさんにもモデルとして参加していただいております。私は今回はお留守番ですが、いろんなモデルさんがブランドさんのお洋服を着ている姿を見られるのも楽しみです。ですね。ぜひ楽しみにしててくださいね。というわけで第7回ブティックでコンシェルジュを務めさせていただきますアリエス S と野菜ゆうきです。よろしくお願いいたします。さて、ブティックを知らない方もいらっしゃるのではないかと思います。ゆうきさん、説明お願いいたします。はい。このブティックはあなたのファッションにプラスワンの彩りを提案をテーマにしており、バーチャルファッションの服をバーチャルファッションが好きな人にもっともっと知ってもらいたい、そんな思いでブランドさんと作った服にフィーチャーし紹介をしていく番組となります。たくさんあるファッションブランドも何かのきっかけから始まった。そのきっかけやブランドへの思いなど様々なことをブティックで深掘りしちゃいましょうということですね。普段ショップで買うときには見えないブランドさんの顔が見たい。そしてブティックで視聴者さんとブランドさんの出会いになるといいなと思っています。またこのブティックでは様々なブランドさんにインタビューをしております。興味がございましたらチャンネル登録お願いいたします。そしてこの動画が良かったなと思ったら高評価もお願いいたします。よろしくお願いします。今日はどんなブランドさんがいらっしゃるのでしょうか。ちょっと初めてこのブランドさんの服を買った時の話をしますね。はい。とてもいいって思って気軽な思いで買うじゃないですか。買っちゃったんですね。で着てみたらまず、あれって思いまして、衣装を着脱したらいろんなパターンになるんですよ。でそして着るのにあれもいい、これもいい、どれにしようって悩んでしまってね。そしてついついいろんなパターンを試したくなっちゃって時間がめちゃくちゃ解けた記憶があります。時間が解けた、悩んじゃうくらいいろんなパターン、なんだかコーデの種類が多そうですね。そう、コーデセットで悩んでしまうくらいのお洋服のブランドさんです。早速ですが着替えてきますか。話を聞いてると楽しみになってきました。着替えましょう。見てください、とても可愛い。付け襟も可愛い。いいですね。アリエスさん白めちゃくちゃ似合ってます。ありがとうございます。さっき聞いた通り着合わせパターンすごいですね。このジャケットを脱いでみたり襟をつけてみたり指示に合わせていろんな着方ができそうです。ゆうきさんのコーデも黒で胸元はレースがたっぷりでかっこいいですね。これはおしゃれで大人っぽいゴージャスなデザインなんですけれど、着合わせパターン次第ではだいぶ印象が変わったりします。そうなんですね。どんな印象のコーデに変わるのか気になっちゃいますね。ということで第7回に紹介するブランドさんはZEPTO002さんを徹底的に深掘りしてご紹介していきます。はい、ありがたいことにZEPTO002さんはメンズコーデも積極的に販売されているため僕もよく着用させていただいてます。いやー本当にかっこいい服ばっかりなんですよね。紹介できることが楽しみです。
そうですね。細部までこだわりがたくさん詰まっているので、白と黒のモノトーンがしっかり映えるお洋服ばっかりで、今回モデルさんがどんな風に着こなすのか楽しみです。ではゼプト2さん、お入りください。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。お邪魔します。というわけで、今回深掘りするブランドさんはモノクロが主体で治安悪めでかっこよく、可愛くてクールがコンセプトのゼプト002のオーナーのゼプト2さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブティックの皆様、視聴者の皆様方、はじめまして。ゼプト002のゼプト2と申します。よろしくお願いいたします。はい、この形でお会いするのは初めてですね。はい、そうですね。ツインテールで可愛い髪型ですが、両性でいらっしゃるということで、だからファッションもユニセックスなものが多いのかなと思いました。そうですね。最近は可愛い寄りの見た目をしていますが、かっこいい格好もしたいので、自分も両性を生かして TPO に合わせて変化します。はい、ブランドと同じで両方に対応できるのは強いですね。では早速ですが、最初のコーナーに移っていきましょう。クリエイター解体新書。このコーナーでは作者様のブランドへの思いなどを聞いていく機会となります。表側からは見えないブランドへの思いなどを聞き出していきたいと思います。はい、まずはじめにバーチャルファッションのブランドをどうして始めたのかを教えていただけますか。2021年ベータ版から V ロイズを触っていたのですが、お洋服でいうと一番最初はゆるい宇宙猫のシャツを作り、ブースにリリースしました。ゆるい宇宙猫。そうなんです。これは確かにゆるい、現在のブランドとは全く違う印象ですね。そうですよね。この頃はこんなにブランドとして注力するとはみじんも思っていなかったですね。で、その後男性用の着物を第一デザインをした時に、メンズ服すごく楽しいなとなったので、本格的に活動をしてみようと思い立ったのがブランドを始めた経緯です。なるほど、メンズ着物がきっかけだったんですね。このライダースと着物、当時発売された時にかっこいいって思ってたのですが、よくよく考えれば確かにここから治安の悪いメンズものの衣装を作ってらっしゃる印象があります。和洋折衷でかっこいいのですが、よくよく見たらモデルさんもサングラスしてますね。ブランド名ゼプト002を名乗り始めたのが2022年の4月です。ちょうど治安が悪い男性アバターをリリースした時くらいですね。今やブースのアイテム数、3D やアバター、BGM も合わせて100アイテム以上出されてるということなので、2022年から2024年現在2年の期間でリリースしている数となります。そうなんですよ。発売スパンがめちゃくちゃ早いなって印象があるんですよ。今どれくらいのスピードで新作をリリースされてるんですか？忙しさで変わりますが、乗ってる時は週に1回リリースしています。週 1？ 週 1？ ゆうきさん、私自分で服を作っていないのでお尋ねしたいんですが、それって早いんですか？いや、めちゃくちゃ早いです。早いだけじゃなくて、新作に複数の着合わせできるアイテムを同梱しているのと、このクオリティ感でアイテムを出されてるって、正直とんでもない話です。とんでもない話。作りたいものを作り続けてたら100アイテムを超えてたという感じです。ライダースと着物を合わせるとか、リアルだと挑戦するのに少し勇気がいることも、バーチャルでは気軽に挑戦できるのがいいですよね。しかもそれがすっごくかっこいい。100アイテムを生み出すアイデア力がすごいなと思いました。ブ
ブースで100アイテムを突破するのも、簡単ではないと思いますが、だからといって決して手を抜かず一つ一つ丁寧に作り上げている。もともとリリースのスパンが早いなと思っていたのですが、改めて毎週1アイテムペースで100超えという数をこう言語化すると、とんでもない話を聞いてるなと思いました。話は変わりますが、ZIPT002 のブランドコンセプトなどを教えてください。コンセプトというか、どういう方向性で作っているという感じになるのですけど、レディース服はかっこいいめな中性的だったり、思いっきりフリルをデザインしたりします。あとメンズ服は完全に好みと癖ですね。お洋服のデザインを本格的に始めたきっかけなのでテンションが違います。癖、いやね、本当に癖を感じるんですよね。例えばこのレースアップボトムスコーディネートのボトムスなんですけれど、腰の左右のレースの部分がねこう透けてるんですけれどね、これねインナーがちらりと見えてるとかね、あとねメイキングオーバーストライプシャツコーディネートは前から見たらクールでピシッとしているのに背中に背骨が書いてあったりとか、もうね、一つ一つに癖が詰まってるのを感じます。片やレディース専用アイテムのデザインはどれもフェミニンに振り切っていて、レースやフリルがふんだんにあしらっているものが多いです。まさに今おっしゃっていただいた思いっきりフリルって言葉が似合うようなものばかりです。どれも可愛くて好きです。ありがとうございます。そして基本的にはリアルで欲しい服を作っています。確かにどれもリアルで欲しいデザインです、ぜひいろんなイケメンに着ていただきたい。僕も見てみたいです。ですよね、わかります。そう、結構リアル感のあるお洋服だなと思ってました。ひょっとしてなんですけど、リアルでもお洋服を作っていらっしゃるんですか？実はそうなんです。昔リアルで服を作ってたことがありまして、型紙から起こして作ったりしていました。本格的なやつだ。だからリアル感のお洋服を作られてるんですね。リアルで作ってた方がバーチャルでお洋服を作るといろんな違いがあるのかなと思うのですが、リアルとバーチャルで作ってた時との差はどんなことがありますか？そうですね、生地にこだわるってところは共通して変わらないのですが、リアルは生地を選ぶ、バーチャルは生地を描くって手段が違いますね。服って生地で見え方が全く変わるので、同じ表現を求めても手段が変わることが面白いなと思います。なるほど。確かに実際に着用してみて生地の質感がすごく丁寧で繊細だなと感じました。いつかトゥーさんのリアル服も見てみたいですね。僕テクスチャーをよく拡大してみるんですけれど、生地感本当にすごいですね。よくこだわっていらっしゃるので、ぜひ皆様にもこの生地のこだわりを感じてほしいです。ところで ZIPT002 さんのお洋服はどれもおしゃれでバーチャルで生きるファッションだなと思います。そのデザインセンス、どういうところからアイデアを得ているのか教えてください。そうですね、ファッションの情報などを見た後に組み合わせやモチーフを考えることが比較的多いかなと思いますが、アイデアはその時々によってどこから来るかわからないので、常にって感じですね。日常でアイデアを考えていらっしゃるのでしょうか？はい、そういう感じですね。そしてブロイドの可能性を信じて試作しながら大まかなデザインを固めたりしています。いやー、可能性を信じてって表現がとても面白いですね。いや、V ロイドは制限がありますから、その範囲内でできるかどうかってところですよね。そうなんですよね。なので没になったデザインは数えきれないですね。で、最近は理想のデザインを求めてフルスクラッチで制作をしています。フルスクラッチ、デザインの追求がすごい。V ロイドは
買い済みかなと思うのですが、ユニティやブレンダーは何度もぶん殴ってます。言うことを聞けってもちろんバチボコに殴り返されることも多いのですが、ちょっとずつ和解に近づいてる気がします。デザインの追求をして難易度の高いツールと殴り合いをして成長していくのすごいな。その探求心からさらにもっとイメージに近い衣装に近づいていくんですね。私は頭の中でイメージしたものを形にするのがすっごく苦手なので、ルーさんの発想力はもちろんですが、作り上げる力が本当にすごいなと思いました。新作発売のスピードもとても速く、柄などもとても細かい印象ですが、どのように制作されてるか気になります。よかったらどのように作ってるか教えてください。先ほども話したのですが、試作しながら同時進行でデザインを練ってこねこねして作っていますね。ほぼ完成になってもこれは微妙だなと思ったりするとすぐに没にしてしまいます。待ってください。試作とデザインが同時進行。はい、同時進行です。これはもっと深掘りして聞かなければ。ちなみに、同時にどれくらいの衣装を同時進行してますか？服を制作や試作しながらデザインをこねながらなので3、4例くらい同時にやってるかなと思います。聖徳太子のような話をしてますね。僕の場合制作してる時って集中することが多くて、他のデザインを考えるってなかなかできないんですけれど、クリエイティブワークはマルチタスクはなかなかね。アイデアは頭の中に入れっぱなしで引き出しから出してくるからできることかもしれません。すごい。ちなみに作る手順とかってどんな感じですか？まず Vroid で下書き、クリップスタジオで清書という流れです。柄は服に合うものを海外のサイトを見たりアセットを漁りながら考えています。でレザー生地に並々ならぬ思いがあるので生地感を表現することに力を入れています。販売されているお洋服を見るといろんなレザー生地がありますもんね。書いて制作しているんですね。制作している工程見てみたいなと思いました。メイキングとかって出されないんですか？ちょっとマルチタスクだからメイキングはちょっとダメですか？本当にいろんな画面を行ったり来たりしてるのでなるほどな。気になるけれどむしろマルチタスクの宿命ですね。今までいろいろなクリエイターの方をご紹介してきましたが、やっぱりそれぞれやりやすいやり方があるんですね。それにしても同時進行はすごすぎます。きっと普段着用されている方も初めて知るびっくり情報なんじゃないでしょうか。常に頭の引き出しにデザインやアイデアをしまっておく、とてもすごいなと思いました。マルチタスク力、僕も憧れます。さてZEPTO002さんは男女などでの複数コーデセット衣装がとても多い印象です。一つのコーデに複数の衣装があって着合わせもできてすごいという感じですが、複数衣装を一緒に同じシリーズで販売されている理由をお尋ねさせてください。はい、まず組み合わせをたくさん試してほしいからですね。カラーバリエーションもいいのですが、こちらの方がおしゃれを楽しんでいただける機会を提供できればという思いでセットを作ったりしています。雰囲気がガラッと変わるものも変化を楽しんでほしいためです。好きなアイテムを選んでコーデするとイメージがガラッと変わるものが多いので、着る側としては自分のイメージに合わせて決めることができるのでとても助かります。コーデするのも楽しめるなと思います。着物も重ね着のパターンが多いですね。和物も和洋折
折衷でおしゃれですよね。こうやって見ると結構着物を販売されてるんですね。はい、こちらは年始に合わせて季節物は出したいと思って作っています。あと男性ものだけでなく女性ものも毎年販売しています。形だけでなくカラーバリも結構雰囲気変わりますよね。白と黒の組み合わせが多いところも特徴かなと思います。白い服と黒い服だと形が同じでも結構イメージが変わりますね。そうですね。モノトーンは大事にしているテーマでもあるので、実は白黒のカラーバリものは黒から作ってます。いわゆる治安悪い系は黒ベースなので、作りたいイメージから落とし込む感じなんですね。冒頭で話した通り、買ってコーデするのに楽しく時間が使えたり、シーンで変えたりすることができるので、コーデが本当に楽しいです。コンセプトのモノトーン、治安悪い系が軸になっているので、セットのアイテムだけじゃなくて、別で売ってるアイテムも組み合わせしやすいんですよね。コーデが楽しめるのはお得感がありますね。確かにそうですよね。あとは他の人のコーデを見るのも楽しそうですよね。この組み合わせかわいいな、今度はこのパターンで着てみようって参考にしたりできるので、楽しみ方も増えますよね。ちなみにブランドやっててよかったなと思ったことを教えてくれますか？はい、ありがたいことに VTuber さんや VRSNS でたくさんの方に来ていただけて、お姿をお写真や直に見せていただいた時ですね。お写真は嬉しいって聞きますよね。VRSNS で直接見せていただくということですが、お話しする機会もあるんですか？はい、直接お洋服を着ている人と話したりします。VRSNS で当ブランドのお洋服で活躍してくださっている方とも仲良くなれましたので、喜ばしい限りです。確かにいろんなファッションイベントに参加されているのをお見かけします。はい、クラスターや VR チャットなどのイベントに参加したりしてます。メタバースコレクションとかクラスターズファッションカタログなど、他にもいろいろなイベントに参加したりしています。なるほど、積極的にいろんなところに行ってらっしゃるんですね。そうですね。素敵に着こなしていただいたり、直接お声をいただくということはモチベーションにつながりますね。メタバース系の SNS で自分の服を着ている人と遭遇すると嬉しいだろうな。思わず声かけてしまう気持ちわかります。着ている側も実際に制作者の方とお会いしてお話できるのは嬉しいですよね。リアルだとなかなかないと思うので、バーチャルならではですね。ありがとうございました。ではそろそろ次のコーナーに行きましょう。ブランドアイテム制作秘話。このコーナーではトゥーさんが作ったアイテムをめちゃくちゃ見ていこうというコーナーです。トゥーさんに解説していただきましょう。よろしくお願いします。では最初のアイテムはこちら。シルキーアウトフィットです。シルキーアウトフィット、女性らしいガーリーなワンピースドレスです。このドレスはツヤツヤした生地感が特徴で、ふんわりとした可愛らしさが魅力です。ミニスカートワンピースとオーバーサイズのアウターで構成されており、 A ラインのシルエットが女性らしい魅力を引き立てます。ワンピースの前面には編み上げリボンが施され、胸元にはフリルがあしらわれています。これらのディティールがとても可愛らしくキュートな雰囲気を演出します。トップスはオーバーサイズのダイヤ柄レザーで、セクシーすぎないおしゃれにカバーする構成となっています。右太ももにはリボンのコルセットピアスがついており、可愛さの中にセクシーさを演出しています。首元には付け襟があり、前後にリボンが飾られており、さらにフリルがあしらわれています。カラーバリエーションはモノクロカラーセットでは黒と白が用意されており、黒はクールでかっこよく、
白は可愛らしく清楚な印象を与えます。またパステルセットではパステルピンクとセレステの爽やかな色合いが楽しめます。パステルセットは特にキュートな雰囲気があり、着る人の個性に合わせて楽しんでいただけます。靴は別売りですので、スニーカーなどとの相性も考えてみてください。このキュートなワンピースドレスを着ると、あなたをより可愛く飾っていただけるに違いありません。はい、早速ですが、こちらのアイテムを白鳥レネブさんと月島バトラさんに着ていただきました。ヘルキーアウトフィットゴー。かわいい。初っ端から可愛いですね。ねえ。すごい。すごい対照的ですごくいいですね。白と黒で双子コーデ感がめちゃめちゃすごい。おしゃれ。いいですね。胸元はガッと開いて大胆なんですけれど。そう、後ろ姿可愛いんですよね、これ。そう。いいですね。いいですね。顔が可愛い。では、トゥーさん、このシルキーアウトフィットのコンセプトを教えてください。はい。テロテロしたシルキーな生地をイメージしたコーデです。独特の光沢をマットキャップや独自のシェーダーなしでも表現したくなったので、めちゃめちゃこだわってデザインと生地感を追求しました。とにかく可愛いをテーマのお洋服です。白と黒で全然イメージが異なるので、天使と悪魔のような相対的な双子コーデできるのちょっと熱いなって思いました。生地のこだわりをすごく感じました。白と黒で可愛くもかっこよくもなれるお洋服でさすがだなと思いました。はい、ありがとうございました。では2着目に行きましょう。フレームブラウスセットです。フレームブラウスセット。こちらの衣装は黒を基調としたダークな雰囲気のトップスとボトムスのセット衣装です。男性向けのメンズセットと女性向けのレディースセットが用意されています。男女共通でアシンメトリーのハーネスベルトが特徴です。胸周りには引き締めるベルトが配置され、腰周りには等間隔に布が配置されており、肋骨をイメージさせるデザインになっております。品名にもフレームが入っており、骨感がイメージされているこのベルトがデザインの中心になっています。付け襟は着脱可能で、つけると華やかでゴージャスな印象を与えます。一方、つけないと胸元を大きく見せることができ、セクシーな雰囲気が漂います。男性用の衣装では肋骨が大胆に描かれ、女性用の衣装ではレザーのキャミトップでセクシーな魅力が際立ちます。首元にはレザーのチョーカー、胸元を開いても首元で引き締まるデザインになっています。靴は別売りとなっています。男女共通のシミラールックで統一感を持たせることでユニット感が生まれます。この個性的な肋骨イメージの衣装はハロウィンの時期にもぴったり。あなたのダークな魅力を引き出してはみませんか？こちらのアイテムを男女合わせコーデでゆうきさんと白鳥デネベさんが着てみました。フレームブラウスセットゴー。かっこいい。すごいビジュアル系の人みたいな状態になってる。スタジオも合っててすごくいい。胸元がっつり。そういいですね。そう。コンシェルの方は胸元がブラウスなんですけれど、モデルの方は胸元をガッと開きました。すっごいセクシーですね。いいですね。いや、
衣装のおかげですよ、これは。癖です、癖です。うわこれが見たかった。ではトゥーさん、こちらのフレームブラウスセットのコンセプトを教えてください。はい、ハロウィンに向けてデザインしましたが、夏以外のシーズンに着れるかっこいいゴシック服です。肋骨モチーフのブラウス好きだと思いデザインしています。男女ともにスケーリありとなしでフォーマルな雰囲気とセクシーな雰囲気を楽しめるコーデです。コンシェルジュとモデルで付け襟の着脱をしましたが、いや本当に印象が変わりますよね。ハーネスベルトと肋骨、癖を感じさせるテーマだなと思いました。男女ペアで着るのもめちゃくちゃおしゃれでいいですよね。ありがとうございました。では3着目に行きましょう。キングフィッシャーコーディネートです。キングフィッシャーコーディネート、革シャミの美しいデザインが特徴のセミフォーマルなコーディネートセットです。このセットはユニセックスなデザインであり、男性も女性も着用可能です。ブラウスには大胆な革セミの柄が施されており、爽やかな印象が漂います。カラーバリエーションはブラック、オリーブ、ホワイトグレーの3色展開です。明るいイメージからダークなイメージまでお好みに合わせて選ぶことができます。黒いネクタイにも革セミの柄が施されており、全体のアクセントになっています。レザーの質感を存分に楽しめるベストはベルトで腰を引き締めることができます。またこのベストは着脱可能なので、シーンや気分に合わせてスタイリングを変えることができます。腰には黒レザーを使ったアシンメトリーな付け裾とチェーンが施されており、かっこよさを演出します。チェックのボトムスは七分丈とロングの2つのタイプを用意しており、さらに3色のグレー系のカラーバリエーションがあり、様々なスタイルを楽しめます。さらにネイルにも革セミの柄が描かれており、全身のコーディネートに統一感を与えます。革セミの柄が大胆にファッションに取り入れられており、爽やかなデザインで統一されていますが、カラーバリエーションや形で自由に組み合わせることで様々なイメージを楽しむことができます。ぜひ革セミをあなたらしく着こなしてみてください。こちらのアイテムを月島バトラさんと野菜ゆうきさんが着てみました。キングフィッシャーコーディネートゴー。かっこいいね。やっぱこの女性もこうベストとパンツのこのファッションめちゃめちゃいいっすね。わかります。こういう女性大好き。息詰まってます。かわいい。目立ちますね。タイツも柄がですよね。タイツ可愛くできたと思います。かわいい。ではゼプトトゥーさん、こちらのキングフィッシャーコーディネートのコンセプトを教えてください。はい。革セミがたくさんお洋服の中を飛んでいるコーデです。ラフスタイルとベストスタイルで男女ともにかっこよく着れるデザインでございます。ボトムスも3パターン、ロングと七分丈がセットになっております。パラメーター設定が女性モデル向けで作成しているので、メンズの方は体型に合わせて調節お願いいたします。はい、このカワセミちゃんは手書きということですが、いやかっこいいですね。あと着てみてボトムスのローライズ感にも癖を感じました。これね、ぜひ皆さんも買ってみて見てほしいです。そうですね。スタイリッシュだけど革セミが目を引きますし、他と差をつけられるコーディネートだなと感じました。はい、ありがとうございました。
さて、そろそろ時間になりました。名残惜しいですが、そろそろ閉店のお時間となります。はい、今日はたくさん紹介をさせていただきましたが、今回のアイテムについての詳細は概要欄、ブースや X などをご覧くださいませ。はい。セプトトゥーさん、感想を一言お願いします。はい、自分のブランドのお洋服についてやいきさつをたくさんお話しさせていただける機会を設けていただきありがとうございます。普段はフィーリングで動いているので、自分でもこんなこと考えてたなぁと再確認できたので、ゆうきさんとアリエスさんとお話しできてとても楽しかったです。ありがとうございました。いやー、こちらこそありがとうございました。はい、それではトゥーさん、またいらっしゃってくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、今回も楽しかったですね。ね、アリエスさんはいかがだったでしょうか？はい、トゥーさんの作るお洋服には好きがたくさん詰まっていて、とっても素敵だなと思いました。今後の新作も要チェックです。ゆうきさんはどうでしたか？いや、ほんと聞けば聞くほど早くて丁寧でおしゃれなデザインを作ってて、いやー、すごいだらけの連続でした。ブースではなんでこんなに早いのかなって思ってましたけれど、改めて直接その秘密を聞けてよかったなと思います。はい、それではブティックを閉店しますか。そうですね。ブティックではあなたのファッションにプラスワンの彩りを提案させていただきます。またのご来店をお待ちしております。はい、次回をお楽しみに。